ちゃうまかったですね。シンプルで美味しいです。やっぱチャーハンですよね。ごめんなさい。階段尽くし。
枚半の3本。3枚。はい。あと5枚。輪っか踏んでなかったんで。こんな感じでうちはチャーシュー、うちはただ醤油につけるだけなんですよ。1時ぐらいから揚げて使えるようになるから、違いというか、で煮たら煮たらもう一回肉が締まるし、まあ味も染みるんだけど、中までちゃんと、まあこれでも中まではちゃんと染みるんだけど、このスペースでやってるから昔ながらのやり方で、この店が結局昔はここだけだったんですよ。最終的に向こうまで広がったって感じだから、狭いスペースでなんせやらなきゃならなかったから、今28年目かな。チャーハンの前はうちタンメンが売りだったんですよ。タンメンばっかり出てたんですよ。何時に起きてるの？俺は2時に起きる。7時半ぐらいに起きちゃう。こう見えても俺おじいちゃんだから、もう孫もいるし、本当おじいちゃんなのよ俺。
単品と、はい、餃子、はい、それからビール。餃子とタンメンだろうな。まあね、これ端の方に住んでるから、そんなには来られない。来たら必ずやる。
チャーハン2丁ではい、レバニラライス。はい、タメお待ち。肉野菜炒め。はい
1500。あとチャーハン大盛りにちょうだい。
はい、こんだけ美味しい。そうですね、シンプルで美味しいです。1回目来た時にチャーハンがすごい美味しくて、で隣で他の人がラーメン食ってる姿見て、これ絶対ラーメンも食いに来なきゃダメだなと思って、今日はラーメン食いました。めちゃくちゃうまかったですね。すごいよね。餃子もね、餃子うまいっすね。餃子がうまい。手作り感満載だし、お腹いっぱい。パンもぎっしり入ってるし、あと露店の雰囲気もすごいいいですね。あそうねだから店の中じゃなくて外にも席が出てるみたいなのめっちゃいい。今後も通いたいですね。昔から来られる。大好きです。やっぱチャーハンですよね。この界隈で一番うまいんじゃないですか。やめて。タバコ吸ってこ。はい。すいません。はい。はい、いらっしゃいませ。おはようございます。はうまいですね。昔からずーっとここだけのなんか味がするから。やっぱりこう朝こうやってお客さんが来てくれるっていうのを分かるとね、寝てらんないですよね。なんかお腹がうずくっていうか。ネギのピリッとしたところとスープがすごい美味しい。ハマっちゃいました。こうお客さんに喜んでもらうっていうことがもう大前提の前提だから、これで一日頑張ってくださいって。朝からラーメン食べたいっていう人、特に仕事の人とか夜中から動いてる人なんかいたり、まあ確かにやるのは大変なんですけど、やっぱりこう朝こうやってお客さんが来てくれるっていうのが分かるとね、もう寝てらんないですよね。
もう東京から朝一でやってきました。でもう何回か来てるんですけど、暑いのでちょっとつけ麺を食べてみようかなと思って初挑戦。はい、じゃあどうぞお願いいたします。はい、お待たせしました。失礼します。はい、お待ちください。はい、お待たせしました。ネギがもりもり。失礼しました。失礼します。来ました。いただきます。
ごい量も多くて朝からもりもり食べれて嬉しいです。チャーシューバラが足んないんで。はい、から切ります。まあ月に2回ぐらい朝普通に起きて、早く起きるんでどうしてもね早くやってるからすぐ近所なんで、それで頼まれたんですね。塩ネギであとニンニクのね、固めこってるで。すいません、失礼しました。こちらラーメン。はい、ありがとうございます。はい。はい、いらっしゃいませ。ネギチャーシューメニューです。はーい。はーい。ネギチャーシュー。はい、ネギチャーシュー麺ですね。お待たせしました。
りがとうございます。全部なんだ。多分油しかない。月に1、2回ぐらい朝にで一応こう最速で早いんでなんかお腹がうずくっていうかみんな待っててね、本当に楽しみにしてもらってるんでね、そういった部分で朝こういうふうにやろうって決めてやってます。朝の需要があるんであれば答えた方がお店的にもいいし、お客さんも喜んでいただける。なるべくいいものを使ってお客さんには喜んでもらって、でお仕事を頑張ってもらって、生活も頑張ってもらって、でまた笑顔で来てもらってそれが一番面白いなと思ってじゃないとこんな毎日3時起きではできないと思います。はい、お待たせしました。失礼します。ネギ味噌、いつもネギ味噌結構来る。仕事行く前に昔からずーっとこれ、ここだけのなんか味がするから。仕事で朝ら、今日は味噌チャーシュー、この間は塩チャーシュー、この間は4時半ぐらいに来て、僕一番乗りだったんですけど、4時50分となったらもう乗用車が5台10台来てあらまあ忙しい時でね、だいたい350とかそのぐらいになる。このネギが持ってる水分量が全然違う、鮮度が全然違う。うまさはやっぱこういうところにあるんかもわかんないね。切ると水分すごい溢れてきます。一杯に長ネギこれ4本分が丼に入ってる。すごいですよね。1日どれぐらいネギは消費するんですか？70から忙しいと100キロぐらい。加須ネギブランド化したんだけど、取れたてネギをね毎日持ってきてくれる。その日の午前中にまだ土があったやつをお昼に使ってる時あるから、やっぱり鮮度がまるで全然違う。土から出てからの時間がね全然3日4日経ってるのとはまた違うしね、在庫もしない感じだから、だからやっぱその分手間暇はかかっちゃう。三陸産の本わかめ、これは戻し最中のメモなんですけど、こういう感じで竹丸で1日に1回朝と夕方熱湯でこのお湯を取り替えていくんですけど、で戻りきった時点で今度は煮上げて味を入れてる感じ。歯ごたえもあるんだけど柔らかくて存在感があるというか。チャーシューも国産にこだわって使ってる。ラーメン全体で原価率半端じゃないですよ。これはチャーシューになる肉ですね。肩ロースと今バラ肉を入れた感じなんですけど、濃くなりすぎないように薄めるんですよね。スープの濃さ加減をここで管理しながらラーメンを作ってるから、ほぼほぼ 100% 手作りなんです。ありがとうございます。
よく来ます。いつもこれなんですけど、醤油ラーメンサイズは小盛りです。朝なのであまり罪悪感がないというか、今一日の始まりの一杯にしてます。たまたま通ってネギ塩。塩ネギの明日前になってお待たせしました。失礼いたします。機材とか間に合えば。はい。じゃあ。なめこってりのコーントッピングですね。はい、ありがとうございます。ネギ塩です。いつも味噌ラーメンが多いんですけど、たまに違うのもいいかな。ネギのピリッとしたところとスープがすごい美味しい、こってりしててハマっちゃいました。ネギチャーシューです。はい。マリカ島の油スクランブル。さあ作るからこの人の。そうラーメンです。ありがとうございます。はい、ネギチャーシューとライスです。今日は朝帰りなんですか？そうなんですよ。仕事で頑張った自分へのご褒美で。ラーションの中でもやっぱチャーシューも美味しいですし、ネギも美味しいですし、もうパーフェクトですね。お待たせいたしました。
チャーシューであ、ごめんなさい。お味どうですか？うまいですね。うまいですか？自分は塩が好きなんですけど、うまいですね、味噌。ともちゃんライス持ってきて。香川の伊吹島から煮干しが届いたんですよ。なので今日はその煮干しのテイスティングもやるので、昆布に入れて低温調理器ですね。昆布は62度で1時間20分煮出しておきます。トレーニングするんですか？週7ですかね。昼も行くんで10回ぐらいですかね。トレーニーですね。そうやっぱ食べるのが仕事なんで、まあどうしても太ったりとかあるんで、せめて夏くらいは痩せようかなっていう。なんでまた夏終わったら今度は油そばの試作とか、あと肉うどんとかいろいろ食べるんで、まあまた太り出すんで。まあ毎年こんな感じです。どのぐらい前からトレーニングされてるんですか？7年くらい前ですかね。全部決まってて。ご自身で作られるんですか？そうですね、はい。最初にある程度決めといて、で重量と回数を9週間ごとに変化させていくって形です。うどん屋さんの経験なんか通じるものあります？ないですね。何か役に立つとかはどうですか？役に立つことは、でも自分が決めたことをしっかりやるというところですかね。じゃ結構精神的な部分が通じ取るというか。そうですね。お店やるには体力が必要なんで、まあやっぱやっといた方がいいのかなとは思いますね。いつも麺作りを担当されるそうですね、これ専門で。あ、そうなんですね。はい、他はやってません。作り終わったら帰る形ですね。このお店始める前は何かやられてたんですか？和食のレストランで働いてました。うどん屋さん始めるきっかけは何だったんですか？当時ちょうど讃岐うどん屋さんが流行ってて、うどんっていう映画が流行ってたんで、まあ、ちょっと興味本位で始めたっていう感じです。川崎ですごい有名店になってるじゃないですか。そうですね、ありがたいことに、はい、そこってなんかどういう理由でなられたんだと思います？そうですね、うちもともと全然お客さん入らなくて、であまりに入らなさすぎて半額セールとかやったんですよ。それでも全然入らなくて、しまいにはそのランチタイムにカレーライスとか、あと牛丼とか始めて、もちろんそれでお客さんも入らないで、どうすればお客さん来るかって考えた時に、例えば香川の山奥でもお客さん来るところは来るんですよ。なんでもうシンプルにうどんで日本一を目指して頑張ろうってことでやりました。特徴を出すとかじゃなくて、本当に基本を突き詰めていくっていうところですね。塩水作る時とかも前日にこう塩水を作っておかないと塩が均等に混ざらないので、翌日使う分の塩水は今作ってます。これ作る時にこのにがりを入れて滑らかさとかが変わってくるんで。
昔の方がうどん美味しかったっていう人いるんですよ。でその昔の塩っていうのは今の塩と違ってその精製度が低いので、じゃあそのマグネシウムとかそのにがりの成分加えた時に実際実験で歯ごたえとかが良くなるっていうデータあるんで、かといっていい塩を使うとすごい高いんですよ。だったらにがりをちょうどいい感じに入れてやろうっていうことでやってます。あとその水もこの中に入れちゃえばいいんですけど、一応こう細かく穴開けて、少しでも均等に優しく混ざるようにしてます。麺作りで一番大事なのが塩分と水分の割合が大事なんですけど、夏場は塩分を多くして水を減らすんですけど、それをやってるとその粉に対しての水と塩っていうのが、夏と冬で変わってくるんですよ。やっぱり食べ物なので、作業性とかよりも中の温度をなるべく均一にして、できるだけ同じ塩分濃度同じような水分量でやるっていう風にしてます。僕自分を信用してないんで、もう本当にデータを取りまくってやってます。だしとか塩分濃度とか濃度とかも全部データ取ってやってます。難しいですか？難しいことはないんですけど、毎日同じ分量でやっててもやっぱり違うんですよ。そこがなんか難しいというか面白いというか、生きてるんだなみたいな。昆布は軟水で取れっていうその和食の定番の話があるんですよ。昆布だしを取って沸騰前に引き上げて、沸騰直前に鰹節を入れる分にはいいんですけど、本来讃岐うどんって煮干しと昆布を一緒に水に入れるんですよ。うちずっともう10年以上やってたんですけど、そうすると実は煮干しが入ることによって水が硬水に傾くんですよ。そうすると昆布の出汁ができらないんです。なんで別々に取ってあげた方が昆布のうまみがしっかり出るっていうのが最近分かったんですよ。分けて取ることによってすごい濃い煮干しだしとすごい濃い昆布だしを合わせるっていう風になるんですよ。でそうした方がなんか味のメリハリが出て、どっちの食材がうまく出てないかっていうのがちゃんと分かるんで、調整しやすいです。これに、返しを合わせて味見していきます。頻繁に変えられるんですか？変わりますね。味を変えられる理由って何かあるんですか？もう全然味が変わっちゃってバランスが取れないっていう感じですね。例えば、僕一番好きなのが煮干しの大きいやつと昆布だけで取る出汁が一番好きなんですよ。それでやってしまうと、例えば昆布が悪い時、煮干しが微妙な時にもう成り立たないんですよ。例えば煮干しがえぐみがあるとか渋いとかだともう使えないんですよ。なのでできるだけ食材の数を増やしてバランスを取っていくって感じです。でなんで今回煮干しがすごい良かったんですよ。その伊吹島の煮干しが量が解禁になって新しくいいの入ったんで、なんで今回はいりこが多くなってます。
その日その日の最高の味を求めていくっていうこと。もうそうですね、まさしく。要はお客さんが例えば家族とか彼女を連れてくるわけですよ、なんでその人に恥かかせられないじゃないですか。なんでもう常にその日のベストを尽くしてますね。じゃないともう怖くて出せないですね。ちょっと細かくてクリーミーな泡なんですよ。これってそこまでに悪いアクでもなくて、取るんですけど、沸騰直前のアクは絶対に目を離さず取らないといけない。でもアクの出方が結構変わってくるんで、これがサバウルメムロ味ですね。あとメジカですね。でこの最初に出てくるアクはしっかり取ります。完全に味が抜けてますね。バッチリ。これ今サラサラしてるんですよ。とろみないんですよ。これが煮干しのカルシウムと合わさるととろみがつくんですよ。なんでこれを入れた瞬間に結構変わりますよ。でそれを完全に冷やしてとろみを固めて取り除きます。このカタクチイワシが小さくていっぱい入るので塩分が濃くなるんですよね。塩を入れなくても塩分濃度が結構上がるんで、今日は塩を入れないでいきます。だしのいい香りがするので、もう早くこの状態をやめたいんですよ。その香りが飛んでっちゃってるってことなんで、ちょっとこうやった時に泡が残るんですよ。とろみがついてるんで。これが昆布のアルギン酸と煮干しのカルシウムが結合してこうなってます。さっきは一面にこれがふわーってなってて、今結構固まったんでもう取り除ける状態ですね。奥様が作られたわけですか？ありがとうございます。全部自分のものは自分でやってます。やっぱしっかり食べて元気な状態でもうマックスで接客をするっていうのは心がけてます。
3人前、はい、それで1000円です。そうです。時間も日によって変わるんですね、じゃあ。そうですね、昨日が9分半だったんで、9分半で書いといたんですけど、そうだ、変わるかもしれない。めちゃめちゃ美味しいお米使ってるんですよ。こう産直で精米したてをもらってます。全部頼んで、近くのお米とかも全部食べて、まあその中で一番美味しいのを選んでます。でこれがぶっかけの返しですね。であとはこれがかけの返しですね。薄口醤油の返しですね。冷やさないと色がやっぱ酸化してっちゃうんで、もう光に当てるのもダメだし、温度上がってもダメですね。もう色が結構大事なんで。電気回しててすいませんでした。あ、全然大丈夫です、それは。一時期お客さん全く来ないとお伺いしたんですけど。そうですね、もう給料が出ないぐらいの時もあって、わーどうしようって。かき揚げ入れました。もう舞茸は本当に天ぷらにした時にめちゃめちゃ美味しいので。身をふっくらさせて、で表面パリッとさせるために二度揚げしてるのと、こう卵は今これもう一回表面パリッと揚げると中がほんととろって出てきてすごい美味しいので、この2つはあえてやってます。
じゃあ開けます。すみません、お待たせいたしました。最初の麺が1分です。はい、いらっしゃいませ。ありがとうございます。ありがとうございます。あったかいかけでよろしいでしょうか。かしこまりました。ちくわ1本入れて。最初ね、かけからいきます。持ち帰り、その後ちくわ1玉にお願いします。お待たせしました。お先おうどんから失礼いたします。あ、これお待たせしました。エビに卵をじゃあちくわ天お待たせいたしました。で、ミックスの後エビ天ぶっかけとでしみそば。はい、お待たせいたしました。どうですお味？味はですね、最高以外の言葉が見当たりませんね。味がとにかく美味しいですね。いですね。エビ天ぶっかけも入れてください。こちら、さしのぶっかけとエビ天ぶっかけでございます。これいります。ありがとうございます。じゃあ、あとかしわとまいたけぶっかけ入れましょう。
くわ卵が2セットですね。お待たせいたしました。こちら舞茸ぶっかけとかしわぶっかけでございます。塩も入れてください。一つかませです。お待たせいたしました。ぶっかけうどんでございます。こちらもちくわぶっかけのぶっかけお待たせしました。これ入ります。どうもありがとうございます。ありがとうございました。お待ちの2名様、お待たせいたしました。こちらのお席どうぞ。目上がります。はーい。お待たせいたしました。ちくわ天ぶっかけとこちらセットのぶっかけうどんでございます。今3分半です。ちくわぶっかけ2ついきます。味卵ご注文のお客様、はい、こちらおうどんと卵でございます。じゃあちくわ天ぶっかけお待たせしました。お待たせいたしました。大盛りミックスぶっかけ味卵でございます。私は棒2枚入れました。お待たせしました。かしわ天ぶっかけでございます。ぶっかけ3つ半取り上がります。お待たせいたしました。舞茸ぶっかけのお客様。舞茸天ぶっかけでございます。お待たせいたしました。ミックス大盛りかしわ大盛り入れました。ありがとうございます。はい。お待たせいたしました。大盛りミックスぶっかけでございます。大盛りのミックスぶっかけでございます。お待たせしました。こちらミックス天ぶっかけでございます。こちらもミックスぶっかけとしわ天お待たせしました。真ん中に失礼します。チェーン店で食べる揚げ物とかって柔らかいんですけど、こっちカリカリなんで全然食感が違って面白い。
はーい。お次お待ちのお客様、お先をお伺いします。ありがとうございます。どういたしません。はーい。恐れ入ります。どうもありがとうございます。はい、ごちそうさま。3名様お待たせいたしました。じゃあこちら手前から3席どうぞ。柏店のお客様。お待たせいたしました。かけしょうは温かいのでよろしいでしょうか。かしこまりました。ちくわにかしわ入れました。じゃあ先ご案内で。お待たせいたしました。かけのしょうでございます。こちらが大盛りでございます。柏天ぶっかけお待たせしました。お待ちの2名様、お待たせいたしました。じゃあ手前側のお席どうぞ。お疲れ様です。どうもありがとうございます。恐れ入ります。どうもありがとうございます。ちくわエビ1、2択様ですね。お待たせいたしました。エビ天ぶっかけのお客様、はい、おうどんから失礼いたします。じゃあお先ちくわぶっかけのぶっかけでございます。こちらちくわ天とエビ天お待たせいたしました。はい、かしこまりました。はい、ナス半取り1割ヒヤヒヤです。半取りナスご一緒です。お待たせいたしました。お先普通盛りのお客様、ヒヤヒヤでございます。じゃあもうお先小のヒヤヒヤお待たせしました。はい、柏ぶっかけ大盛り、ナスと味玉天です。お待たせしました。味玉子のお客様。お待たせしてすみません。大盛り柏とナス。ナスもよくそのタコみたいにちゃんと切れ込みを入れて揚げるやつあるじゃないですか。で僕どうしてもあれ油っこくて好きじゃないんですよ。まあナスで一番油吸わないのってこれ4等分にした時なんですよ。1本のナスをこう4等分にして食べると。でそうすると皮が残るんですよ。なので皮に切れ込み入れるんですけど、そうすると油を吸ってしまうと。だから皮だけに格子状に薄く切れ込みを入れるんですよ。でそうすると油も吸わなくて歯切れも良くなるっていうのが、僕の結論なんですけど、あんまやってるとこ見ないんですよ。見ないですね。柏ぶっかけ大盛り味玉子です。
はい。はーい。目上がります。お待たせいたしました。こちらおうどんと味卵でございます。こちらもぶっかけと卵お待たせしました。ました。お待たせいたしました。こちらが大盛りでございます。こちら柏ぶっかけお待たせしました。いらっしゃいませ。二択様です。はい。2名様、お先ご注文を。はーい。お待たせいたしました。特盛り柏ぶっかけでございます。特盛り柏ぶっかけでございます。お客様です。ちょっと釜玉に合わせているので持ってきてください。お待たせしました。こちら釜玉でございます。だし醤油でお召し上がりください。お待ちの2名様、大変お待たせいたしました。じゃあ真ん中のお席どうぞ。ありがとうございます。あと、柏とてちくわ
は大盛り。はい。はい。大変お待たせしてすいません。こちらお先特盛りでございます。じゃあ大盛り大変お待たせいたしました。あ、じゃあちょうどか。はい。よく来られるんですか？ 1ヶ月に1回くらいかな。近いんで、自分らはそこの寮に住んでる。何部なんですか？柔道の。あ、そうなんですね。もう良さなんかあります？良さ全部よな。一番うまいです。この辺とか、もう作った中で一番うまい。ありがとうございます。この水ないです。お待たせいたしました。こちら柏天うどんでございます。よろしい。